皆さんこんにちは。ナインユニバースのサラです。はい、ということで私プロメアを見てまいりました。はい、もう興奮がね収まらないです。もう本当にもう語彙力どういう作品なのかっていうのをまず簡単に説明いたしますと、突然変異で生まれたバーニッシュと呼ばれる人種がですねいるんですけれども、その一部の過激派のことをマッドバーニッシュと呼びます。この人たちはですね放火だったりとか、あとは犯罪を起こしているグループなんですけれども、その人たちが起こす火災だったりとか犯罪を収めるために、結成されたのがバーニングレスキューという消防隊ですね。でそこにいる、新人の消防隊員ガロとそのマッドバーニッシュのリーダーリオが激突する物語となっております。劇場でグッズをたくさんね購入しようと思ったんですけれども、手に入れられたのはこのパンフレットのみだったんですよ。というのももう欲しいものが全て完売してしまっておりました。で、自分の行った映画館の他にも、新宿の大きい映画館などにも寄ってみたんですけど、もうほとんどのところでもう完売していて、もうどんだけ人気なんだよっていうね。もうサントラは絶対欲しいと思ってたんですが、もうサントラももう完売してました。なのでね X フラッグの店舗等にもねちょっと行ってみたいと思います。それではまずですね、このプロメアを作った制作会社さんについてお話しします。制作会社さんはトリガーという制作会社さんなんですけれども、ガイナックスが前身の会社になります。そのガイナックスっていうのは、不思議の海のナディアだったりとかエヴァンゲリオン、そして天元突破グレン・ラガンなどを制作したもう超スーパーすごい制作会社さんです。もう私もファンでもう本当に大好きです。あとダリフラも、トリガーさんが作ったものになりますね。そのトリガーのスタッフさんと、そしてですね重要なお二人がいらっしゃいます。まず脚本家の中島和樹さん、そしてもう一人監督の今石博之さん。この2人のタッグがですね天元突破グレン・ラガン、そしてキルラキルのお二人なんですね。もうそれだけで期待がもうぐーん跳ね上がっております。中島和樹さんは劇団新幹線というですね劇団の座付きの作家さんになります。すごい私も新幹線のファンでもういろいろな作品を見ております。やっぱりその中島さんが書く物語ってもう本当にすごいんですよ。もうどんでん返しにどんでん返しみたいな、もう本当にすごくて、作品でいうとドクロ城の7人、阿修羅城の瞳、そしておぼろの森に住む鬼が特にお気に入りです。で DVD もね実は持ってたりします。で今回注目されたのが松山ケンイチさん、そして早乙女太一さんなんですね。そして、敵役になるもう一人が堺雅人さん、全てですね劇団新幹線の舞台に出演した役者さんなんです。主人公のガロを演じた松山ケンイチさんはですね中島さんの戯曲の舞台に立つ前に毎回、そのグレン・ラガンの最終回を見てもう気持ちを高ぶらせて舞台に立っていたというお話もされてました。もう本当にね素晴らしいメンバーになっております。そしてなぜ私がこんな熱量を持って、語るかと言いますと、もう私グレン・ラガンが本当に大好きなんですよ。1年2年前くらいにガロのキャラデザが発表されたんですけれども、もうねその時はもうカミナが生き返ったんじゃないかと思って、そっくりな理由とかは特になくて、他人の空にと監督は語っていました。はいどれだけグレン・ラガンが大好きかと言いますと、私が初めて買ったロボットがグレン・ラガンなんですよ今日はねちょっとそのグレン・ラガンを持ってまいりました。ででん、リボルテックシリーズ天元突破グレン・ラガン。ここ開いてますよね。そうです、コアドリルです。コアドリルですよ皆さん。これ原寸大のコアドリル、これが欲しくてこ
このリボルテックのグレン・ラガンをもう中学だったかな、中学生の時にお小遣いで買ったんですよ。めちゃくちゃ熱くないですか？原寸大コアドリルですよ。でもこのコアドリルがですね、もう本当に私の心の支えになっていて、もうやっぱり歌をお仕事にしたいので、たくさんのオーディションを受けてきているんですけれども、オーディションの時には必ずこのコアドリルをですねポケットに忍ばせて頑張るぞって思ってオーディションに臨んでいました。懐かしいね。宝物です。はい、グレン・ラガンの小説版です。高校の時に朝の読書の時間に読んでおりました。参考書だったりとか、漫画とか、アニメ関係のものは読んではいけなかったんですけれども、本屋さんのカバーをつけて、まるで純文学を読んでいるような顔で、もう涼しい顔でグレン・ラガンを読んでいる高校生っていうね。こんな女子高生はいかがですか皆さん。もうね、常にこの熱いパワーに元気をもらっていました。はい、ということで、グレン・ラガンの大ファンである、私がプロメアどう思ったのかを語っていきたいと思います。まずですね、グラフィックが綺麗、そしてカメラワークが半端ない、そしてなんといってもキャラクターの魅力がすごいです。グラフィックなんですけれども、ちょっと思ってたよりも CG の要素が多かったんですけど、テイストで言うとパンティー&ストッキングっていうアニメのようなタッチと、そのグレン・ラガンキルラキルの手書きの、たまに劇画になる感じの中間というか、もう中間というか、なんかいい感じに混ざり合っているような感じのグラフィックでした。そして図形をよく使ってまして、三角四角丸、それがすごくスタイリッシュでした。そしてカメラワークなんですけど、もう戦闘シーンのですねカメラワークがもう本当に半端ないです。機体が転がったりぶつかったり、あと爆発する時のそのグラフィックですねだったりカメラワークがもう本当にすごいんですよ。ガイナさんってトリガーさんなんですけど、本当にすごいんですよ。もう私たちが求めているそのものっていう感じでした。そしてシナリオですね。中島さんの作品だとその真の敵があらわになるんですよ。そういうところにもね注目していただきたいです。もうね、想像の上を行くような感じです。そしてなんといっても沢野さんの曲ですよね。もう本当にね、沢野さんの曲ずっと流れている感じだったんですけど、もうねどれを聴いてもかっこいいんですよね。もう沢野さんすごすぎるね。戦闘シーンの曲とかも何曲かあるんですけど、そのボーカルが入る曲もそのインストの曲も本当に素晴らしいです。もう世界観にバッチリな曲ばかりでした。続いて入場者特典についてお話ししたいと思います。はい、私が引いたのはリオでした。はい、でちょっとね思ったよりも薄かったです。はい、そしてこちらの方、台紙の方にですね前日談ですね、本編が始まる前日を描いた、作品を見ることができる QR コード、そしてシリアルコードが載っております。でこれ3回しか見れないんですよ。寂しい。もう絶対円盤欲しいです。このガロ編が見れるんですけれども、リオ編が見れるということで、私もですねもう一度見に行きたいと思います。このガロ編なんですけど、ガロのですね初任務を描いた10分間のアニメになっております。で本編でガロがですね左腕を怪我しているような姿で出ているんですけど、この特典の、ガロ編、前日談のガロ編でちょっとここを怪我している理由が分かったりします。ではここからはですねちょっとね本編の内容についても少しお話ししたいと思います。ネタバレを含みますのでご注意ください。皆さんに分かりやすいようにイラストを描いてまいりました。主人公のガロティモス、はい、松山ケンイチさんが声を務めてます。
もうね本当にね熱血バカなんですよ。もう大好き、もう本当に大好きですちょっと待ってはい、この、ガロ、もう本当にまっすぐでもう熱くて、ちょっとね昔の日本の火消しに憧れている青年です。はい。そしてもう一人の主人公であるリオ・フォーティア、綺麗な少年っていう感じですね。この子はマッドバーニッシュのリーダーです。早乙女太一さんが声を当てています。このガロがですね、消防隊員として街を救っていくんですね。で、このマッドバーニッシュのリオ、炎を出さなければいけない理由などがあるんです。そして、この物語の鍵を握るクレイ・フォーサイト、はい、このガロたちの国のトップになるんですけれども、この人がどういう人間なのかというのが非常に鍵になります。もうガロはですね、街をですね炎に包む、リオたちのことを完全な悪だと思っています。なので、このリオたちを倒すことを目標としています。でもリオたちにも目的があります。で、最初はですね、この2人対立しているんですけれども、クレイが企んでいることをガロが知ることになります。リオは最初から知っているんですけれども、ガロは知らなかったんですね。はめられていたというか、もう最初から騙されていたような感じなんですけれども、それをガロは知らなかったんですね。なのでそれを知ったガロ、そしてリオ、2人が協力して、最初敵対していた2人が協力してこのクレイに立ち向かっていくというストーリーになっています。簡単に言っちゃうとこんな感じなんですけど、もうねっていうのが本当にいっぱいあるので、もうこれはね劇場で確かめていただきたいです。はい。あとはですね、バーニッシュの、炎の根源が何なのかっていうところにもね注目していただきたいです。最初にその人がイライラしているところからこうブワーッとね炎が出るようなその描写があるんですけど、なんでそのバーニッシュたちは炎が出てきちゃうのかっていうところが、物語の芯になってますね。そして特に推したい、キャラクター、注目してほしいキャラクターがおります。はい、こちらちょっとラフなんですけど、ルチアさん、はい、バーニングレスキューの、メカニック担当のルチアさんなんですけれども、このルチアさんの、声優をされているのが、新谷真由美さんという方です。これがですね、ガイナックスが、エヴァンゲリオンの次に作ったオリジナルアニメ作品のフリクリというアニメがあるんですけれども、このフリクリのね、春子の声優をされている方なんです。でね、私が劇場でプロメアを見終わった後にですね、女の子2人がこう出てきたんですけど、ね、ルチアさんよかったよね、ルチアさんすごいよかったよね、ね、そうだね、あの声って誰がやってるんだろう、他の作品って何やってるんだろう、ルチアさんよかったねって言ってこうね去っていったんですよ。もうね、プロメアが好きならもう本当にね、その、トリガーさん、ガイナックスさんの作品を見ていただきたい。ルチアさんの声優は新谷真由美さんという方がやっております。最近だとブリットマンの、リッカママですね。もう本当にね素晴らしい声優さんです。はい。でこのルチアさんがですね、ポチったなっつってねいろいろやっていくんですけれども、整備しといたよっつってこうガロに期待を渡すんですね。もう本当にね、もうすごいいいキャラをしております。さあ、そして皆さんが気になるあれです。ガイナ立ち。ガイナ立ちはありましたありました。ガイナ立ちありました。もう本当に物語の最後なんですけれども、もう本当にもう本当の最後の方にですね、もうリオが最初にこう腕を組み出した時にもうやばい、やばいやばい来たーっていうね、もうね鳥肌がすごい立ったんですよ。もうそして、ガロもこう腕を組んでですね、で2人がガイナ立ちをして、そして2人が乗っている機体もガイナ立ちをするっていうね、もうしびれました、あのシーン。はい。そして、ドリルあります。
はい、もうドリルもありました。そして最後は拳ですよね。はい、最後は拳。もう本当にね、もうファンとしてはもう最高でした、プロベア。はあ、もうお約束ですよね、やっぱり。そしてもう本当にね、すごいシーンがたくさんありまして、もうガロのね一番最初のね登場シーンの口上、見栄を切るんですけれども、もう本当にねかっこいいです。そしてリオの怒りがもう爆発するところ、劇画タッチになっていたんですが、もうそこも鳥肌ですよね。ガロとリオの関係値がもうすごく良くてね、もう徐々にね、なんかその、仲良くというか、もうお互い分かり合うんですけど、リオがやっぱりその人思いの子なんですよ。なのでなんかガルはこうじゃないとテンションが上がんねえみたいな、こうじゃないとなっていうこう要望そのわがままを言うんですけど、リオはこういうことだろっつってそのガロのねむちゃくちゃな願いをね叶えてあげるんですよ。リオはもう本当にねけなげだしね、もう本当にもう2人すごくいいです私が劇場に見に行った時に、女の子一人で見に来ている方も何人かいらっしゃいましたし、あとは女の子グループ、23人組が何人もいらしたんですけど、もうね女の子にもねぜひ見ていただきたい。ロボットとかちょっとなっていうね方でも、そうアニメ好きならもう本当にプロメア見てほしいです。女の子としてはもうキャーっていうもうシーンもあるんですよなのでもう女の子にもおすすめできる作品です。ということで、もうお約束もバッチリありました。はい、そんなプロメア皆さんにぜひ見ていただきたい作品です。そしてですね、私が言いたいのは、中島さん、今石さん、関係者の皆さん、もうこんなにね素晴らしいアニメ映画を作ってくださって本当に感謝しています。ありがとうございます。お疲れ様です。やっぱり好きな作品を見続けるためには、ちゃんとその作品を見て、お金を使うことが大事だと思います。ぜひ皆さん映画館に行ってプロメアを見ましょう。はい、ということで長くなったんですけれども、プロメアの魅力をどうしてもね皆さんにお伝えしたくてこのような動画を作りました。普段はですね、歌を歌ってカバー動画を出しているんですけれども、こういうねちょっとねアニメのことを語る動画も出していきたいなと考えております。他にもですね、もしさらにこんなことをやってほしいっていうのがあればですね、皆さんコメント欄の方に書いていただけたら嬉しいです。ということで今回もよろしければいいね、そして通知音の設定をお願いします。またチャンネル登録までの方は下のこのボタンをポチッと押していただけるとすごく励みになりますので、ぜひチャンネル登録お願いします。今回もありがとうございました。